やっぱ夢には見方がある、それを伝えられるんじゃないかなっていう気がする。見えたぜ。諦めなかったらいつかいけるっていう。諦めなかったらいつかいけるもんだな。なんとなって全力を抱いてあのキスを超えてゆけ。かっこつける余裕はないね。聞く気なんてないジャッジメント。最高だって命をかけて運命を買いに行け。もうビビってる場面じゃないぞ。君のその無謀を全て愛そう。クリエイティブ審査が行われます。課題に当たるトラックだけ用意させてもらって、それの上に乗っかるメロディー、そこの上でこう紡いでいく歌詞、それからどうパフォーマンスするかの動きだったりコレオグラフだったり、そういったものをこうみんなの力で完成させてもらう。波のような君の態度が咲きますようにドアを開けて終わりのない身を任せな海の上嫌なことは置いといて感じのまま Make a sound。 どういうテーマにしたいか。あ、そう、テーマ的な。まだそれちょっと抽象的だったね。それをちょっと決めてみるか。テーマね。本当俺が伝えたいことだけど、マジで個人的だけど、人生っていろんな後悔あるじゃないですか。希望を見て、後ろにあった後悔とか失敗、いろんなさまざまな負の感情を置き去るイメージで僕たちはこれから進んでいきます的なことを書ければいいんじゃない？なるほどね。俺今パッと思ってたのが、太陽ってさ、こう当たると影出る。俺なんかその影に結構そういうのあるのかなと思って。後悔とか挫折だったり。でそれってさ、もういつになってもついてくるやん。どうあがいても。で嫌ったらもう自分も否定してることになるから。もう自分でできた影だから。だからそれいいんじゃねみたいな。影いいじゃん。そう、俺影めっちゃ好きで。俺も影好き。影好き？これは深い。難しいね。この後なんだっけ、ラップ。久しぶりだね。めちゃくちゃいっぱいやってるわけじゃないですね。そうっすね。いいじゃんいいじゃん。今まで曲作ってきて、なんかちょっと自分が一番苦手です。ライン考えたりするのが選択肢あるじゃないですか、いっぱい。だから嫌なんですよね。なんかやっぱむずい。一回これにしようって決めてもまた新しいのいっぱい出てきちゃうから、わーってなっちゃうから嫌です。嫌なんですね。いよ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 、すげえ伝わる、すげえ伝わる。OK、Let's go。
ああそっか、結構難しくて、メロディーに集中しすぎちゃうと元々の音が聞けなくなっちゃうので、考えすぎちゃってるのかなと思います。はい、繋がった。ありがとうございます。いいパートになった。ありがとうございます。やった。他のパートでここやりてえんよなみたいなのがある人は、コタが行った。コタどこ行く？よし、行ってみようか。はい、ちょっとここ軽く歌詞考えああ、もう歌詞を考えてきた。やれるところでやっちゃおうか。てみていいですか？もちろん。ありがとうございます。全部そこに置いてきた、言えないものはまた隠してた。でも過去にあだこかい失敗の全てにリスペクトを、誰も追いつけないくらい時速マッハスピード上げて今手にするんだラストピース。ああ、いいねいいねいいね、ここで多分リズム変わると思うんだけど、ここは多分それもトリッキーでかっこいいんだけど、でも過去にあったしパタタ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 、海にも行ったんですけど、なかなか集中して作詞できなくて、なんかどこかやっぱ自分の中で納得いかないこととか悔しかったこととか、それのせいで自信がなくなっちゃったりとか結構あったので、影とか自分の弱い部分も一緒に背負って、それも一緒になんか次につなげて考えるような、この曲を通してそういうメッセージを伝えられたらなと思っています。My baby 永遠を信じたくなる。上げて、なのでゆっくり上げてきて、この上げた手をトトトトトト、それで言ったらもうめちゃくちゃ若者だからね。ね。ラップしてたのに。クリエイティブってなってるとそれをどんどん変えれなくなっていっちゃうから、固めすぎると、あるいはちょっと脱線してふざける場面がちょっと多かったりもしたから、止まっちゃったね。お疲れ様。どうぞ。おっさこいつが一番ダメです。入りダメランキング1位。おっさめ。マジ俺今 NIC を作ってたところ。一回見てよ。一回見てよ。一回見てね。みんなの目を見て。一回見てもらわないここ。めっちゃ見てほしい。すごい感じだと思い込んで出してるのジップ、書きなと先で間違いないみんなを吐きね、誰も追いつけないくらいスピード上げてるな、死にするんだ頭これ最初途中かラップパートで、はい、うわいいね、クリエイティブ自体はどうなの？順調な、そこだね。めっちゃ順調だよね。リリックトップラインかけて、もうラップパートまで終わった後は B メロとサビ、あとダンスブレイク。そうだね。振り付けはそんだけで、もう歌は完成してるから。あ、そうか、もう曲はできてんだ。はい。じゃあ、はい。ドン。じゃガ。めっちゃいいじゃん。普通に鳥肌立って泣きそうになっちゃってるじゃん。なんか素敵。完成が本当に楽しみです。4人のそれぞれの表現の形とかがなんか
美しいものにどんどんなってってるなっていうのはすごい感じたので。ある悩みある？イケメンすぎて困る。やば自分がちょっと待ってマジで帰宅とか行きます。あいつ連れて帰ります明日連れて帰ってどういうこと？ちょっと嬉しいけどね、ルイが俺マジで自信なかったですよね。イケメンになろうともしないし、イケメンって言われるの嫌がるしっていう。俺でもイケメンって気づいて世界変わっちまった世界の方が変わった。俺に対して違うかも。ちょっと待って、気づかせ方間違った可能性あったけど、じゃあ多分面白く伝えることで周りが突っ込みやすくしてくれてるんでしょ。めっちゃ真面目だから、めっちゃ真面目だから無理しないでそれバランス取ってバランス取ってどうこれバランスはい、バッチリ次いっちゃおう。お願いします。ありがとうございます。あ、俺か。お願いします。ここマジで本当にアドバイスをいただきたくて、マジでむずくてここが。むずい、自分で作ったんだろ。いや、じゃあなんか裏声と切り替えが追いつかなくて、舞い上がる花が。もう今手がさ舞い上がる花ってもう上下上下って言ってるからこう一緒なんだよ多分。舞い上がる花。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。それそうそうサイドソロすいません、お願いします。舞い上がる花。いやいいじゃんいいじゃんいいじゃん。見える舞い上がる花。うまいよ。全然それうまいし、なんかルイのいいとこここですっていうのを自分でできてるね。あんまできないよそれ。難しいことやってる。お願いします。お願いします。舞い上がる花。はい、オッケー。それ次行こお願いします。う。ナイス。そういうことね。2と3で迷ってたのか。よし、行ってみよう。レッツゴー。エースの勝ちだと思い込んでた後ろのジップ。垣根あると先ね、間違いないみんなを吐きね。誰も追いつけないくらい時速マッハスピード上げてなお手にするんだラストピース。いいよいいよいいよ。いいね、マイク高いね。マイク高いね。マイク高いね。可愛いんだけど、ちゃんと背伸びしてラップすることは可愛いんだけど、マイクって下げていいんだぜ。もちろん全然そういうの言ってね。ありがとうございます。君がいるから舞い上がる花、いつかわかるかな。ありがとうございます。ありがとうございます。この気持ちは忘れねえよ、君の笑顔に俺を触れよ。Good boy 見てこの通り止められない止まりゃしない。レベル高えマジで。頑張ろうな。いや、みんなやばすぎて、なんか自分が書いたリリックも、好きであったんですけど、なんかこのままでいいのかなって今ちょっと思い始めてるところです。結構みんなラップパートも春があそこで強い口調のラップ言ったりもそうだし、なんかすごいいろんな意外な面を見れたからこそ、自分もなんかもっと意外な面を見せたいなっていうのがあって、ちょっとくらいましたね。次も見せてほしいなと思っています。はい、ありがとうございます。俺あんまりこういうこと言わないんだけど、よく考えてやりなよって言う方なんだけど、だからこそあえて言うけど、考えすぎるなよ。次はバイブスではち切れるところを見せてほしいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。悔しい。スキルを見せに行く瞬間っていうのが目についてしまう時があるんだよね。俺5歳児の感覚ってたまに呼んでるんだけど、それ持ってる人が一番強いと思ってて、なんか好きな曲
とか好きななんか映像を見たらぴょんぴょん踊るみたいな、それを取り戻してほしいかな。もう5歳になったつもりでパフォーマンスしてほしい。はい。まあ見栄かなっていう、身の丈以上をちょっと追求したくなっちゃうんで、そうですね、もう本当に自分自身で表現してパフォーマンスできるようになることが必要なのかなと思います。僕のテーマは作品としてあんまやりすぎないようにしようと思って、スキル云々を超えて本当気持ちの部分でなんか届くものがある。昔ってさ、先についてさ君のいるからって感じで先についてさ、いいの？めっちゃいい。はい、いくよ。はい。涙の夜もわなわなでお願いいたします。はい、みんなわなわなして。わなわなってさ、ってことはちょっとビブラート気味がいいよね。もうお笑い芸人のようになってる。ワン、わな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 。光って今をかたどった君の髪と青の中とあり立った夜6月の足跡はフラうまい。はい、全員出たよ。ゆうたさ、私思ったんだけど、すごい丁寧にこうやって歌うのを一回やめて、すごいもう無邪気にさ、身振り手振りを大きくしてるな。大きく。なんかあんまりこうやってやるとほら歌のことばっかり考えてここに集めますみたいな、めっちゃボイトレで成果出してます先生にみたいになっちゃうじゃんか。それがあなたの解決策じゃないかな。どううまく歌うかとかミスらないで歌うかっていう方にフォーカスしがちなので、自分の書いたリリックとか自分の感情にもっと寄り添って本当に思ったまま歌おうかなと思ってます。キリがなくても道できたよ、道できたよ。きらめきはまだ途中だから、いつかは溶かしゃいさ星が合うその日までは。ブラボー。うまくなってる。ありがとうございます。いやー幸せでしたね。なんかりょんりょん先生のボイトレ結構5分前ぐらいから緊張するんですけど、まず褒めてくださったのがなんかすごい安心したというか、自分たちがやってきたこととか教わってきたことがすごい間違えてなかったんだなっていうことがやっぱことを実感したし、最高です。そう、あとさすがだな、なんかリーダーみたいな顔してる。しっかりした顔にもう今なってる。ありがとうございます。お兄ちゃんたちのとこにいた時の顔ではない俺も。ありがとうございます。ついに僕も。でもちゃんとみんなを引っ張っていけるような、俺結構ふざけキャラじゃないですか。なんかだからこそちゃんと言う時も言うし、なんかちゃんとこう引っ張っていけたりとかできたらいいなっていうのはあるから、この合宿でなんかいろんなこう言いづらいこととかみんなが思ってることをちゃんと代弁できたり、っていうのもできたらいいなって思いますね。でそんな中で2人がめちゃくちゃ頑張ってるのって超事実だ、超すごいの。遠慮なく言い合いたいから、マジでじゃんじゃん言って言い合おう。はい。こいつが一番ダメです。マジで入りダメランキング1位です。さあおめでとう。君が押し殺した影を抱いて、涙の夜も君がもうゆうたはだからダンスできる人がいるっていうのは本当に強いなって思うし、太一もコタもなんかそれにやっぱついていってるから、俺も頑張ろうってなるし、もう最高のチームなんじゃないかなって思ってます。
曲名教えてもらっていいですか？せーの、ライト。それはどう弾く？迷ってて、光もいいかね。光だわ。ごめん、光にしよう。光がいいよね。俺は次光いいと思ってる。答は光これからやっててもいい時間なんですよ。あ、本当だ。いいね。僕たちの曲名はせーの光です。漢字で、漢字ってかっこいいんですよ、他のチームで多分いないと思うんですよ、漢字も多分まだわかんないですけど、だから光だし、俺らがね光になったよということで、いいですかこれで。いいね。ありがとう。じゃあ食堂行こっか。行きます。せーの。はい、まあ後ろ行くのはそれ自体悪いことじゃないんだが、まあもう一回行こう。はい、お願いします。はい、じゃあ行きます。誰も追いつけないくらい速マッハスピード上げてなお手にするんだラストピース。しゃけた屋根がこぼす日が映した影も君だけの色だから今自由に Cry alright。 はい、めっちゃいいけど欲しいね。色だからを単純に抜くっていうよりは、なんだろうな、少しちょっとぶっきらぼうに歌うっていうか、ぶっきらぼう、あえてそのすっぽい部分が増えれば増えるほど、その今膨らませてるところが立ってくるから、すっぽい部分をどんどん増やしていきたいんだよね。なるほど。その方がなんかユータの歌、ユータの人、ユータがどんどん見えてくるから、ほら派手なシュート決めれる人ってさ、トラップとパスめっちゃうまかったりするじゃんね。あれサッカーやってたっけ？やってないです。よく分かってくれたな今の例え。あれユータスポーツだとなんだっけ？何もできないです。そうなんだよ。ダンスをずっとやってきたから。そうなんかそういうやつ。はい。フラットなベーシックな部分っていうのを歌もダンスも増やせば増やすほどユータのオーバーヘッドはね生えてくると思う。いいオーバーヘッド持ってるから、どんどんそれ生かすためにもこういう部分増やしていこう。はい。行ってみよう。はい。屋根がこぼす日が映した影の君だけの色だから今自由に Cry alright。 これはかっこいいぞ。最高だね。これめっちゃいいよ。これでももういきます。これでいこう。はい。映した影も君だけの色だから今自由に Cry alright。 映した影も君だけの色だから今自由に Cry alright。 これはかっこいいぞ。すげえ。なんか今何か脱皮しようとしてる瞬間だよね。おお、嬉しい。あ、こういうことか。なんか前回の審査の時ももっとなんか素の自分とか言ってくださってたんですけど、こう改めてレックで歌と一緒に言っていただくと、なんかこういうことなんだっていうのがもうめちゃくちゃ分かりやすくて、もうめっちゃいい時間になりました。そうめちゃくちゃなんかバーンって一発かますみたいなのは確か昔からよくやってたんで得意なんですけど、なんかそれを目立たせるための一歩引く作業、なんかそういうことかってなりました。めちゃくちゃいつかわかるから描いてまた描き直した理想像がすれ違って街に溶け込んで沈む影も空に映す。いいじゃん。めっちゃいいよね。なんかうっとりする声だよね。なんかこう世界観に連れてかれる声だよね。太一のさ良いところはさ、そのなんだろう、やっぱもう人格っていうか人柄がやっぱ声に乗ってて、それがめっちゃいいんだけど、ほんと 10%20% くらいね、ナルチシズムっていうか、自分の歌詞に酔うとか自分の歌声に酔うとかが 10%20% は入った方がいいね。はい、すごいこう謙虚だよね。謙虚、本当に謙虚。もう太一と一番付き合い長いの太一だからさ、太一が太一の大ファンになってあげてほしいな。これはここまでのスキルあると。よし行ってみよう。はい、溶け込んで沈む影の空に映るあの日の君が押し殺した影も抱いて、触れなくたって見えなくたって二人で光を描こう。
まあ、グラミー太一賞だったね。グラミー太一賞。何かの壁を越えたね。なんかこう社長にさっき言葉をいただいて、だいぶなんかこう軽くなったというか、なんか自分の声に対するなんかこう考え方とかが結構変わった感覚が自分の中であります。結構ずっと一緒にトレーニングやってきて、なんか高音とか難しい振りとか自信がないっていうのはすごい分かってたので、なんかそれがこんなにも変わってくんだなと思って、すごい感動っていうかびっくりしました。変に自分を取り繕ったりとか、なんか新しい何かを作ろうとするんじゃなくて、もっと素の自分を散りばめて、その魅力で皆さんを楽しませたいと思います。全力でぶちかますというか、自分でリリック書いたし一番思いは乗せやすいと思うから、その思いをもうドンと乗せてパフォーマンスができたら、一人じゃなくてこのチーム全員でできたら一番いいなと思ってます。本番でその感動させられるように頑張ります。かましますかますことしか考えてないですね。全力で楽しむこととこう伝えることをちゃんと伝えて、僕という残像を残せればいいなと思います。はい。ではチーム C のみんな入場してください。ではチーム C のみんな入場してください。よろしくお願いします。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 ゆうたから名前どうぞ。ゆうたです。よろしくお願いします。るいです。よろしくお願いします。こたです。よろしくお願いします。太一です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ思いっきしぶちかましちゃってください。お願いします。お願いします。行ってこい。君がいるから舞い上がる花はいつかわかるから Oh yeah, oh yeah, 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 yeah 描いてをまた描き直した理想像がすれ違って街に溶け込んで沈む影も空に映すあの日の君が押し殺した影も抱いて触れなくたって見えなくたって二人で光を描こういつの日かじだと思い込んでた後ろのジェップ飽きねえなら避けねえな負けねえなら去ってねえよ誰も追いつけないくらい二足ばっかスピード上げてなお手にするのラストピンしゃけた屋根がこぼす日が映した影は君だけの色だから今自由に変えよういつかは君も忘れるのかな二人で流した涙の訳もきらめきはまた途中だからいつかはとかじゃないさ星が合うその日までは君がいるから舞い上がる花いつかわかるから Oh yeah, oh, 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 oh. Hey 涙の夜も Hey キリがなくても Hey 日は昇る It's alright, 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 alright光って今をかたどった君の影と青の中ドアに立った夜6月の足跡はイエーイ最高
りがとうございます。一瞬に感じるよね、この曲。本当に素晴らしい。ちょうど昨日太一にも言ったけど、大事なことだからみんなにも言っとこうと思うんだけど、ここにいるみんな、チームメイトのみんな太一のこと大好きだし、ルイのこと大好きだし、ユータのこと大好きだし、コタのこと大好きだし、みんなのこともうめっちゃ大好きなのね。みんなのことを何気なく撮ってくれてるカメラマンさんとかも、かっこいいとこ撮りたい、なぜなら好きだからっていう環境を今作れてる。みんなの心がそうさせてるから、多分世界で一番売れてる人って世界で一番応援されてる人になると思うんだよね。こういうふうに思ってくれる人が広がっていってることだと思うの。そうありたいしね。どんなでも愛されていい。みんなそう。愛される資格めちゃくちゃあるから、好きなだけ愛されに行ってください。めっちゃかっこよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。どういうイメージ、コンセプトとかテーマとか、そうよね、伝えたいことを決めたいよね。そうだよ。自分のバースは苦節っていうか苦悩、むやみやたらに頑張ろうじゃなくて、こうだったけど前向いてみたいな、それぞれが思ってる実体験の悩みとか言って、フックでそれを解決じゃないけど、自分しか知らない過去の努力、誰か見てるって信じて誰も見てないところで練習してたことあるでしょ、ね、あるでしょ。そういうタイプでしょ、一番石村はもう絶対にそういう一番そういうタイプなのは知ってるから。俺が分かってるから、みんな気づいてないけど俺は気づいて見てるから大丈夫の。俺は結構ない。じゃあ Love Myself じゃないですか、これ。もう題名もいいちゃう、じゃあ Love Myself 決定。いいね。自分に対する愛を歌える曲で、生きてればみんな多分その経験はあると思うんで、みんなその自分を当てはめて考えてくれるたら嬉しいなと思います。場所決めた方がいい気もする、自分の受けるバースの場で。確かに。それで自分の中で、確かにその方が早いか。でここのすでに2人ラップ来てるんで、ここをどうしますか、まず。ショパンラップのとこやりたいですね。お、いいじゃん、つかみ。ある？まで。お、春行く？やりたいです。行こう。ありがとうございます。それはもう全然キサナンがラップしても。3次審査の課題を4次審査で克服できたらいいなっていうのをすごい考えてます。歌ってる時の存在感がその3次審査の時すごい薄かったので、爆発力みたいなのがある時点で素晴らしいんだけど、爆発してるなっていう瞬間が少し少なかったのもちょっと気になってます。春にしか目がいかないなっていう瞬間をもうちょっと作ってくれると嬉しいしって言われたので、なんかこういうとこでもなんか存在感出して。なるほどね。もうやるしかないやん。それ言われたらね、そうやな。そんなんやるしかないよ。やるしかないよ。ぶちかましちゃう。マジですか？あ、じゃあやります。ありがとうございます。行きますね。いいやん。いいよ。誰から行くかな。カノンなのか。よし、行ってみよう。お願いします。お願いします。体となべてるなるのなら体の投げてるけれどら体
すごくいいメロディーがパッて思い浮かぶのがすごいなって。やっぱカノンやばいなと思って。衝撃を受けましたよマジで。ちょっとカノン君もさすがすぎるなって思いましたし。マーゼル最後のメンバーはエイキ。今回歌受からなかったのも自分の実力不足だと思うので、最終で落ちてしまったっていう悔しさを胸にもうすぐ3年間経つんですけど、悔しさだけじゃないんですけど、その間に何を感じてきたとかを書きたいなというか、なんかいろんな感情を乗せられればいいなと思ってます。はい、いいねいいね。めっちゃ緊張した。まだもっとキャッチーにいけそうな気がするな。でもいい感じだね。ありがとうございます。じゃあパスしてみようか一旦。で通してかせーどんどんかかふじゃんじゃんかかどんどんかどんどんか。イエスイエスイエス。ちょっとだけなんかホットみたいな。ちょっとああね。おお。いやめっちゃいい。今だってもう完璧に音取ってたよ。イサナは前回の審査ジャストライクダットを見た時にうわやべえなみたいな、めちゃくちゃダンスのラインが綺麗だし、本当にもう嘘なくマジで一緒にやりたいって思ってたので、今回同じチームになれてすごく嬉しいですし、話してる感じもとても気が合うというか。自分がなんか一番とか全く思ってないし、もうほんまにみんな上手やから、そこはちょっと自分も頑張らないとなって感じなんですけど、自分の中の一番ではあるんで、ダンスがみんなの中じゃなくて自分の中の一番はダンスやから、そこをもう自信なくしちゃうともう絶対にやばいいいことになっちゃうから、自分的にもそこはしっかり自信持って。気づいちゃった。気づいちゃいました。いきます。おおびっくりした。おおびっくりした。どう進み具合は。おかげさまでよろしいです。聞かせてもらう、ちょろっとだけでも。ちょっと見たいです。うわやばっ。いや全然ノリで聞ける範囲で。自分で自分を愛していた思いを忘れずにた答えを見つけ出す旅に出よう。開けたら輝く自分が待ってる。イエーイ。いいフックですね。いいフックだよね。Love myself, yeah, yeah。すごい素敵な歌詞ね。なんか10代後半の子に歌われると、なんかすごい勇気もらえる。ありがとうございます。いいっすね。なんかだからあれかも、自分のバース書いて自信持つための作業はした方がいいかもね。なんか、まあ、それこそ仲間に聞いたりとか、これどうみたいな、本番前日にいやこれ間違いないいけるわってなるのでもいいから、それまでなんか全然自分を疑ったりとかも超大事だし、それなんだよな。自分を信じるのと自分を疑うのが両方ないとダメなんだよね。だからそれをポジティブに疑っちゃっていいと思う。
あと歌声の追求みたいなのもうちょっとしてくれてもいいかな。なんかもうちょっと大きい声出してみようかとか、もうちょっとロー聞かしてみようかとか、まだ声探していいと思う。確かに声探し、遊んじゃおう。でふざけて出した声が意外と良かったりするんだよね。で「とか言ってたら「あれ結構高くないここ」みたいな。自分で使ったことない声が自分とはレンといえばこの声みたいなのがまだ出てきてない可能性も全然あるから。あると思う。それで言うと俺も20歳超えてからだから、その今のファルセットみたいなミックスで歌うようになったのは。じゃあ俺30超えてからじゃあいや変わるからでもマジそうだね。歌い方いくらでもなんか楽しんで。ありがとうございます。俺もワンモデお願いします。お疲れ様。お願いします。こいつ限界だなと思って楽しみ。全曲全員違うからさね。自分で自分を愛していたい、この声で俺こそまさに今、じゃあ春行こうか。OK、じゃあ行ってみよう。お願いします。忘れることない、忘れはさせない my brain。 シャニングブース花と50、苦悩の影でできたシングルからネクストレベル、これは序章止まらないよ俺にベッド。うまくねお前フレッシュのみたいな。めっちゃかっこいいよな。フレッシュのみたいな。ありがとうございます。やばっ。ベッド食らっちゃうわ。めちゃくちゃリズムやば。あれラップ自分で書いたのっていつぐらい、何曲目くらいこれ？結構前から実は作っててラップは結構作ったりしたことがあったので。すごいな。いいね。3人ともとても褒めてくれたのですごい嬉しかったし、すごい自分の自信につながったのでめちゃめちゃいい経験になったなって思いました。じゃあレイン行こうか。いいですね。ここもまたいい曲だな。離さない、離れたくない、離せない悩みすら抱いて、無理しなくていい、気が向いたらでいい、いつだっておいで。いいじゃん。最後に「いつだっておいで」が一番連出てたかな。そこさちょっとがなり歌やってみる。悩みすらのとこ。悩みすら抱いて、悩みすら抱いて。いいじゃんもっといける。悩みすら抱いて、悩みすら抱いて。そうそこら辺コントロールしていこう。離さない、離れたくない、離せない悩みすら抱いて、無理しなくていい、気が向いたらでいい、いつだっておいで。最後もめっちゃ良かったね。ここら辺ちょっと探してみて。この感じ練習するとできるようになるよ。これ悩みもそうだけどさ、離れたくないもがなってみてもいいんじゃない？わかる。感情が離れたくない、離れたくない、離れたくない。そうがなり歌いみたいなのってやれない人も多いから。俺できないですもん。もうできない。俺もできない。嘘つけいずっとがなってるいい。かっこいいよ。これもっと磨けると思うよ。この声めっちゃ使った方がいいかも。すげえ好き。あれ声見つかっちゃうんじゃないの？この声かっこよくないですか？かっこいいよね。一瞬誰って思うと思う。なんかめっちゃいいよ。これレンだよ、めっちゃレンっぽいみたいなとか本当に嬉しくて、自分結構もう本当にここ最近本当にへこんでて、なんか自分ってなんだろう、自分のスタイルってどういうのかなみたいな。結構歌もダンスもラップも全部やるタイプ好きなんで、やってるうちにあれ何が一番俺に合ってるんだろうみたいな悩んでてずっと。でもさって聞いてレンっぽいって言われたってことはって解釈して、そうですね、めちゃくちゃためになりましたね。じゃあカノンちゃん行こう。はい。カノンちゃんお願いします。カノンちゃんっぽくない感じなんでアンさんは褒めてない自分しか知らない。自分で自分を愛していたい。忘れることない、忘れはさせない my prayer。かっこいい。かっこいい。ありがとう。あんた生まれてきてくれてありがとう。本当にかっこいい。
これがアートミスすらも誇れないと戻れないもん。分かってきた消されてしまう話し続けよいいじゃんいいじゃん。今「よー」だからさ「よー」言ったままいけたりする？よー、うんうんうん、よー、いっちゃいたい。そう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 。はい、お願いします。レッツゴー。これがアートミスすらも誇れないと戻れないもん。分かってきた消されてしまう話し続けよいいね、突き抜けたい。うまいね。いろいろなんか声がとかさ、なんかフローがとかいろいろあるけど、歌が純粋に技術がすごい高い。ありがとうございます。いいじゃん。いいありがとありがとうございます。う。ナイステイク。いい曲。なんかこれ危ないね本番。やばいね。泣かないように気をつけてね本番。こういう曲危ないよ。自分の心に自分でタッチするからねこの曲。こういうのとかさ、特にこれを入れてってやっていくとさ、どうしても練習しちゃうと思うんだよね。つまり覚えて固めようとしちゃうと思うんだけど、なんか覚えるっていう意味の練習じゃなくて、なんか音楽とより仲良くなろうとか、音楽を一緒に鳴らしてる仲間とより深い関係になろうとか、そういう作業をしていって最終的になんか自分ともっと仲良くなるっていうかさ、クリエイティブ審査はもうそれが一番大事だから、自分のことをよく知るとか、自分の声とか自分のポテンシャルを信じるとか、まあだから曲のテーマがもうバッチリだと思うからさ、最強にラブマイセルフなパフォーマンス見れたら、結果としてその時はアーティストとしてみんなめっちゃ成長してると思うから、どうかこれをね、なんか覚えてやるものにしないでほしいな。いい曲だからね。いい曲だからだし、大事なメッセージだから、なんかお願いします。お願いします。行くぞ。お願いします。忘れたくはない忘れはさせない my friend シャイがバース花と50あの駆動の陰でできた新聞顔ねクストでもこれを上昇止まらないよ俺にベッド家が消えないアップすぎてヒーローそれがアップミスですらも誇れないと戻れないもん。なんかね、今日の天気みたい。ドロリンって見える。だからこれってお客さんからお金をいただいて お時間いただいて見せるものではまだないよね、でまだないからいいでしょっていうのが結構見える。今日から梅雨って嫌なんですけどみたいな顔で踊んないでくれる？はい。じゃあ振り付けが完璧じゃなくていい、もう一回お願いします。はい、お願いします。生き生きして、はい、よし。なんでね、笑顔で歌えじゃん。春あんなにあなたニコニコして生き生きしてる子だったのに顔の表情ゼロになってるんだけど、まだ探り探りで歌ってるの感じが自分であって、表情まで意識が持ってきてないかな。表情まで意識が持ってってない。まあそういう時期だっていうことだから全然構わないですけど、このままだとダメだぞ。ちょっと今ぼーっとしてるぞ。明らかに笑顔で言ってるわ。フリーだったのに笑顔だ。確かに。おいどうなったんだよ。なんでこの笑いパフォーマンスに発揮できねえんだよ。もっと表情を柔らかくしてパフォーマンスできるようにしたいです。やっぱ表情すごい動いてる人ってやっぱりすごい目がいくし、爆発力っていうのもやっぱその表情とかも含まれてるなってすごい思います。ワンツーツーツースリー。涙の先に涙のおーブラボー涙の先に今揺れただろ。いつから発声やってる？半年前とかです。半年前か。もうそろそろ落ち着いてもいいかもしれないな。もう歌うことが弱い自分をしてると思ってるんですよ、正直自分は。今はとにかくかっこいい声を出すっていうことに集中してやってくれたら嬉しいかな。そこの方がもっと大事。行ってみよう。
めっちゃ自信持ってやっていいよ。そう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 、スーパー顔めっちゃ不安そうな顔するからさ大丈夫。そうやったらもうアイザナだから。アイザナ。OK。Go アイザナ。Let's go アイザナ。あの日叶わなかったことがからかなことがあるよ。めっちゃいい声してるし。僕リリとかって別に聞いたことない？すごいです、すげえな。ちょっとぽくない？イサナはさ、そのなんか最初が優しく歌ったからってイエイイエイっつってね、優しくやるのなんかおかしいとこは。りょんりょん先生のレッスンが全然吸収できなくて、叶うことがあるよ。ブラボー。どう？楽しくなる。それがほんまになんでなんかなってずっと思ってたんですよ。今日正直緊張もしとったけど、3人はしたい表現を吸収しとったのに、なんで自分だけそうできんかったんかなって考えて、やっぱりまだまだスキルがなかったんかなって思って、みんながすごいからこそプレッシャーを受けながら成長した方が自分にとってもいいのかなとか思ったりはします。これを乗り越えれずに次の審査に進める気はしないんで、しっかり乗り越えたからこそ評価してもらえると思うし、自分自身の表現の魅力があるってことはちょっと忘れたくないなって思っています。自信がないっていうのは向上心があるっていうじゃないかなもできるわけよ。自分はマジでダンスしか本当やってこなかった人生だし、オーディションでもう何十回落ちてるし、ここにいるのもそう不安だし。最初なんか各々の葛藤を語って最後に前向きになる、自分を愛してほしいっていう曲、本当に今の俺らにめちゃくちゃ刺さるなって思う。一人やった子をなんかこっちおいでみたいな、歌詞的にもね使命って入ってるんですけど、ミッション、あそこはすごい完璧ですね。めちゃめちゃぶちかますので、ぜひ注目して見ていただきたいなと思います。では行きましょう。チーム E 入場してください。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。カノンから。はい、カノンです。よろしくお願いします。お願いします。レンです。よろしくお願いします。お願いします。春です。よろしくお願いします。お願いします。イサナです。よろしくお願いします。お願いします。大切な曲できたと思うんで、大切なステージにして大切な時間を過ごしてください。楽しみにしてます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。聞いてください。Love Myself。
Love myself, yeah, yeah 自分で自分を愛していたい yeah, yeah Love myself, yeah, yeah 誰も見てない自分しか知らない Love myself, yeah, yeah 自分で自分を愛していた yeah, yeah Love myself, yeah, yeah 忘れることない忘れはさせない my friend シャニがブローサナと50あの苦悩の限りできたし向かうネクストレベルこれは序章止まらないよ俺にベッド言えたキス消えなアート過ぎた日にはそれがアート見せすらも誇れないと戻れないもん分かったけど重ねた指紋を話し続けよう Everyday いい子にしてた触れた涙の先にあの日叶えられなかったことがあるからかなことがあるよ離さない離れたくない離せない悩みすら抱いて無理しなくていい気が向いたらでいいいつだっておいで Love myself, yeah, yeah いつも跳ね返す気持ちで Yeah, yeah Love myself, yeah, yeah 不安は何一つない Love myself, yeah, yeah 想像以上にこの世界でも Love myself, yeah, yeah 無意味なんてないから信じて進もうYeah, yeah 自分で自分を愛していた Yeah, yeah Love myself, yeah 悔しさをすらずりたい Love myself, yeah, yeah 今しかできないことで溢れてるから Love myself, yeah, yeah 扉開けたら輝く自分が待ってるLove yourself 君に僕に歌うよ最高だったね素敵でした。いやー本当に最高。すごく良かったのが、今回はさパーソナルな歌詞になるだろうなと思ってたし、みんながでそれで全然いいっていうかそうなんだけど、フックの部分でやっぱりみんなの歌になるよね。でアーティストってさ、自分の感情に合った動きをみんなの感情の動きにする翻訳家みたいなところが多分あると思うんだよね。それのために歌とかダンスのスキルがいるわけじゃん。説得力が必要だから。そういった意味ですごく素晴らしい楽曲、そしてそれを体現するパフォーマンスの説得力、いいミュージシャンですね。ありがとうございます。アーティストであるのと同時にミュージシャンって言葉もすごい似合うなと思わせてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、なんか俺も楽しんでたら気がついたらクリエイティブ審査全5チーム終わっちゃいました。5チーム20人、マジでどっからどう見てもめちゃくちゃやばかったです。しかも全チームやばい、被らずに。なんかはい、ドン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 っていう3連符のところでラップかなと思ったらまさかの歌。もう本当にびっくりしました。脱帽ですクリエイティブ、本当にクリエイティビティでずっと音楽作ってきましたけど、さらに新しいものを見つけた気になりました。かっこよかったです。ありがとうございます。ありがとう。でしょってすいません。いやちょうど今話振りたいなと思ってたから、ありがとうございます。みんながこれにてとりあえず審査を終了して、一旦結果は明日お伝えするんで、それまで俺も今は本当にもうパフォーマンス素晴らしかったなっていうことしか本当に考えてないし、それ踏まえて、今日の夜ちょっと時間もらって、しっかり向き合わせてもらいます。
ただどんな結果になったとしても、本当に誠実に一人一人のパフォーマンスに向き合った結果だっていうことだけは最初にエクスキューズさせてほしいし、どうなったとしてもこれは本当にワールドクラスで見てもやばい一日でした。こんな日を作ってくれて、こんな曲を作ってくれて、ラストピースに参加してくれて、今日ここまで生きてきてくれて本当にありがとうございました。リリー波のような君の態度が Run away, run away 世界へ向け Fly away, fly away きらめきはまだ途中だから。あいつ誰？こいつも大事な系敵で叩いてるやつは消えた。俺は TBS 流れ我慢してるよ。 Love myself, yeah, yeah いつも跳ね返す気持ちで yeah, yeah まだでも決まりきらないところは正直もうどの組み合わせ選んでもこれで何人でいいじゃんってなっちゃうよね。なんていうの、それはやっぱもうレベルがみんなもうまあはるか高いところに行ってるってことですか。高いところに行ってますね、本当に。なんかの基準で選ぶ。いやもう様々ですね。今だとまだ型にはめることになっちゃうからこっち側が今想像しうるところに自分を収めてほしくないな。デビューしたいとかデビューするためにはっていうところから一回離れた方がいい。可能性を証明したがゆえに届ききる届ききらないみたいなところが今回じゃないだろうなっていうのが割とすごいなんか前向きに感じますね。もうこのくらい大型オーディションっていうのを今後やるかどうかまだ分かんないから、なんか育成の奥深さを知った。おはようございます。改めて昨日はお疲れ様でした。めちゃくちゃ素敵でした。曲パフォーマンスずっとこう伴う空気感みたいなの本当に素敵で、めちゃくちゃ混ざりたいなっていう思ったのが正直なところで、いろんな人が見た時に楽しそうだなっていうか、なんか人生楽しんでもいいんだなって思ってくれそうなものが5通りも作ってもらえて、本当に心から嬉しいし感謝してるし、この時代にあなたというアーティストと出会えて、心から自分の人生にも感謝してますし、心から尊敬してます。この度はありがとうございました。っていうことで改めて発表していこうかなと思うんだけど、もちろん個々人でそれぞれ違うんだけど、共通することは今年作るグループ、今年デビューするグループっていうことに関してもう一個踏み込んで考えてきたところがあります。ここからさらに今年デビューするならこういうグループなのかとか、この人は今年デビューしたらどうなるんだとか、それがいいのか悪いのかとか、そういうことを踏まえて考えさせてもらったので、名前を一人ずつ呼ばせてもらいます。呼ぶ順番は基本的にはランダムでなんだけども、1人目という形では
言ったら MVP という形なのかもしれないけれど一番に名前を呼ばせてほしいなと思っている候補者がいます。大輝、素晴らしかったです。クリエイティブに優劣はないので順位をつけるつもりは本当になかったんですけど、でもあれは見るとやっぱさすがに言わせてもらいたいです。あなたがナンバーワンでした。曲とかはどんくらい書いたことはないです。本当に初。今じゃ笑えるバー日高さんに三次審査の時に命をかけたパフォーマンスをしてほしいって言われて、その命をかけたパフォーマンスって何なんだろうってずっと自分の中で考えてて、で自分がもし次最後のパフォーマンスだったらどうするかって言われたら、やっぱ全員が笑顔で楽しかったって言って終われるパフォーマンスが一番やりたいなって。命をかけるみたいなことになった時に普通はやっぱりどうやったって鬼気迫るものとか持ってるスキルを全部ぶつけてみたいな方向に思考がいきそうなものなのに、それを自分で言ってた通り明日死ぬならみんなが楽しく笑顔になれる曲を作ってから死にたいみたいなそういう発想になってそういう言葉が出てくるあなたのそのアーティストとしての人間力、もう脱帽感服心から尊敬してます。で実際にこうグループを作っていくときに舵を取っていってるクリエイティブの舵を取っていってる、事実としてD チームあなたのチームのみんな心の鍵が開いたままでどんどんと成長していったっていう事実があります。これはリーダーシップとってあなたの力、アーティストとして人間としてどこを切っても BMSG が理想とするアーティストの形を見せていただいたと思ってます。大輝がいることによってすごい心強かったし、僕ができないことをできるタイプの人間だと思ってたんで僕もやりやすかったし、大輝くんはやっぱなんかみんなのこと引っ張ってくれてなんかいろいろとやりやすいなみたいな。大輝くんはですね本当にリーダー的な存在で、そうチームを本当にまとめるのが上手で的確なアドバイスをくれたりとか計画を立ててくれたりとか、そういった部分で本当に信頼できる先輩だなって思います。このタイミングで参加してくれて本当にありがとうございます。多分4年前は悔しい思いをさせてしまったと思うし悔しい思いをしたと思うんだけど、結果としてそこからの4年間のあなたの過ごし方でそれを全部正解にしてみせた。あれがあったから今の僕があるんですっていう言葉ってよく聞くけど、今のあなたが言うことほど説得力のあることはもうそうそうないです。めちゃくちゃかっこいいと思ってます。ありがとうございます。あなたは完全に過去の自分に一番かっこいい形でリベンジを果たしたと思います。ありがとうございます。そうですね、4年前に落ちた時はすごい悔しくて、でもそこから絶対諦めないで頑張ってやろうって思い続けてここまで頑張ってこれたのはBMSG の仲間だったり日高さんの支えだったり、本当に綺麗事じゃなくていろんな人の支えがあってここまで来れたんだなっていうのは本当身に染みて実感しているので、その感謝を全て返すつもりで、自分が今回 MVP ということで一番最初に名前を呼ばせてもらって本当に世界をびっくりさせるようなパフォーマンスだったり、この10代ってやべえぞっていうのを世界に伝えていけたらなと思うので、ここからどんどん成長していきます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。
っていいんじゃね。あの頃ならおもちゃのマイク、今ステージでワイヤレス。あいつ誰？クリエイティブ審査、通過の方のお名前を呼ばせていただきます。ケイ、ありがとうございます。本当に前回もそうだけど、審査をするたびに自分が想像している K のアーティスト像を本当にちょうど綺麗に一歩ずつくらい上回ってくる。それはその発想力であったりパフォーマンスそのものであったり、その都度都度で本当いろんな形で一歩ずつ前を行ってくる。でこういうのって純粋なスキル以外にあなたが人間として磨いてきたりとか今培っているものの積み重ねが本当に尊いものがあるんだろうなとか、それを選ぶセンスの良さ、そこら辺にすごくアーティストとしての可能性を強く感じているところがあります。ここからまた進んでいくとたまに間違えたりとかすることとかはみ出したりすることとかあると思うんだけど、あってほしいっていうか、むしろ全然あってよくて、そこからこれちょっとやりすぎたな、これちょっと足りなかったなってなった時にそれを自分で感じ取る力とか考える思考力とかそれを改善させようっていう行動力とか、そういうものはもうあなたは十分持ってるっていうことを知ってるので、不安はありません。これからもどんどんと成長していってください。次の審査もよろしくお願いします。日高さんがおっしゃってくれたように、これからもどんどんもういっぱいいっぱいチャレンジしていって、はみ出したら気づいて直していって、本当に自分の正解になるんじゃなくて自分で正解を作り出せるアーティストになれるように一生懸命楽しみながら頑張っていきたいと思います。本当にこの BMSG で夢を終えていることが何より幸せです。本当にありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。7歳でだいぶ島でもファイト、もうまれそかでとなしよう。旗から見たら言うと背でもぶっ飛んでいた身長です。頭はいいけどバカバカしいことばかりしていたい。では3人目、名前を呼ばせてもらいます。5一、正直もう最初バース始まってすれ違っての時の目線の動き一つでこれはいったなっていうのをこっちに感じさせてくれるくらい、ステップバイステップ二人の距離偶然ですれ違ってから瞬間で一目惚れ好きだけでただ歌って振り向かせるまで、I feel like I'm falling down。5一の目線一つでさシーンを説明するようなパフォーマンスの説得力、スキルだけじゃなくて表現者としてものすっごい高いレベルのものを見せてもらったし、目線一つで今何を表現したいのかっていうことをお客さんに伝えられるような説得力がある。本当に変な話だけどなんかこういう風にしてほしいみたいなのが具体的にあるっていう状態ではなくて、今向かってる方向とか心の在り方とか努力の仕方とかが本当に間違ってないと思う。いい方向に努力できていい方向に成長できているというふうに見えてるんで、そのまま思い切ってやってほしい。脇目も振らず寄り道もする必要も特にないです。楽曲の中で多少遊んでみるのとか今度はこういう発声してみようとかちょっとこういうムーブしてみようとかそういうのはあっていいと思うんだけどもうそのまま進んでください。素晴らしいと思いました。ありがとうございます。今まで自分はこういうラップをなんか得意としているというかそれが自分のスタイルとして一つあって、でその中でクリエイティブ審査で恋愛ソングをやるっていう風になると、なんか全く違う自分を見せないといけないというか、なんか今までの自分のスタイルをなしにしてもう一個新しい自分をっていう風に思って、なんか1ヶ月ぐらいなんか本とか読んで恋愛系の本とか読んでたんですけどそうだったんだ、はい、でもなんか結局はやっぱり作ったりとか、レコーディングをするとやっぱり自分のこのスタイルが混じっていてもその自分のスタイルの中にちょっと新しいスパイスを入れるみたいな風なことをするのがすごい一番かっこいいなっていう風に自分の中で思って、
で最後本番はそれを貫いて、この調子で進んでいけたらいいなというふうに思っています。頑張ります。ありがとうございました。かっこよかったです。ありがとうございます。中へカッといて心に決めたんだ花火が終わる前にでは次のメンバー、太一。言うべきことは全部言えているかなと思うので、もう階段はもう目の前に見えてると思いますし、まだいい意味でポテンシャル発揮しきれてると僕は思ってなかったりもするので、次でしっかりと見せてくれると信じています。よろしくお願いします。3次審査の時に社長からこう自分の課題というか100回はみ出てみてもらえると嬉しいかな。なんかさ、これやりすぎたなの部分をいっぱい見つければ見つけるほど自分の形くっきりしてくる気がするんだよな。だからやったことないこといっぱいやればやるほど、自分のこういう部分、この声だなとかこのパートだなっていうのは見つかってくると思うんだよな。この合宿ではいろいろ挑戦してみるというか、自分の中で今までの自分のパフォーマンスを振り返ってみて、なんか自分の強みとかを考えてみたり、自分もこうはみ出してみようというか、いろいろ挑戦してみようっていう気持ちでこの合宿は臨んでたんですけど、なんかこの楽曲に自分の色がちゃんと乗っているかっていうのがすごく不安な中でずっとやっててでも今社長にこの階段が目の前にあるっていうので、まだまだ足りない部分はたくさんあるけど、もっと次の審査でその自分が自分の想像を超えられるように一生懸命研究して練習して頑張っていきたいと思います。そうだね。はい。太一はやっぱり人間性というか人格の部分っていうのを誇ってよくて、でそれがパフォーマンスに今回が一番出てた気がするんだよね。太一の人格の部分が伝わってくる、客席まで届いてたので、あれがアーティスト性ってことなんだと思う。でどういう部分だろうってこれ言われてもよく分かんないとこあると思うんだよね。で正直言うと俺もそれがこういう部分ってまだ具体的に言えないっていう状況ではある、はい、ただその階段が一歩目の前にあるっていうことだね。今すでに持っているものを誇っていくだけで良いので次の成長は目の前だと思ってます、はい、楽しみにしてます。頑張ります。ありがとうございます。君が押し殺した影も抱いて触れなくたって見えなくたって。では次に名前を呼ぶのが、カノン。トップライナーとしてメロディーメーカーとしてアーティストとしてのセンスとしてそれを表現するパフォーマンス能力として文句のつけどころがないっていうのが正直なところです。これだけ歌って踊れてしっかりとした誠実な人格を持って音楽をここまで愛してグループの背骨にもなれるし、多分世界中、大げさじゃなく世界中のどこの事務所の人が今のカノン見てももう即戦力で欲しいですっていうレベルだと思います。偶然ちょっとフックのトップライン、俺だったらこうするなって考えてたやつとほぼ一緒だったんだよねっていうのをちょろっと言ったと思うんだけど、もはや俺はそれが誇らしい。俺カノンと同じこと考えてたんだぜって一人自慢しちゃいたいくらいアーティストとして本当に尊敬してます。素晴らしいパフォーマンスでした。ただ俺はね、もう一個上のカノンを見たいなという気持ちもしていて、もうちょっと具体的に言うと、あれカノン君ってこんな声出るのっていうのがステージ上で見れたりしたらさらに嬉しいなと思ってます。時間は決して少なくないけど無限にあるわけでもないので、ここでもう一個新しいカノンを見せてくれることを期待してます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。
自分で自分を愛していた Yeah yeah Love myself yeah yeah では次はゆうた、ありがとうございます。素敵なパフォーマンスでした。今本当にどんどんとアーティストとして成長している段階なのかなっていうふうに思って見ています。正直毎回、パフォーマンス見たりとかプリプロでブース入ってもらう時とかワクワクしてます。ここまで3次審査とクリエイティブ審査であなたは2回連続で自分の中の癖を個性までで消化させたので、これはこのままいったらどこまで行くんだろうっていうふうにワクワクしています。そういうなんか変わりが利かないというかね、大体不可能なたくさんの個性を持ったアーティストユータっていうアーティストっていうものにはもうなってると思うので、今の方向でこのまま努力してあなたの力でユータっていうアーティストを育てていってほしいなと思います。よろしくお願いします。前回の審査で5歳児のユータが見たいとおっしゃっていただいたんですけど、スキルを見せに行く瞬間っていうのが目についてしまう時があるんだよね。高いスキルっていうのは音楽をよく聴かせるためにこそ使えど、自分を見せるために使うものにするともったいない。多分無意識的に自分でやる色付けの方法にまだいろんな方向があると思うんだよね。もう5歳になったつもりでパフォーマンスしてほしい。それからパフォーマンスだけじゃなくて日常生活もちょっと5歳児になろうと思って。なるほど。それこそ同じチームのルイとかなんか、ユウとか葵とか結構無邪気な人がこの合宿多くて、なんかそれちょっと真似してみようかなって思ってなんかそういう風に過ごしてたんですけど、そしたらなんか普段の生活もちょっとなんて言うんだろう、偽ってたというか、なんかかっこよく見せようみたいな気持ちがちょっとあったんだなって気づけて、でなんかより自分ってどういう人なのかが明確に分かったような気がして、なんか一回霧が晴れた感覚がこの合宿10日間ですごくありました。なんか本当に今アーティストとしても人間としてもマジで毎日かっこよくなってってるからすごいことだと思います。ありがとうございます。では次の審査もよろしくお願いします。はい、お願いします。焼けた屋根がこぼす日が映した影は君だけの色だから。では次、アダムよろしくお願いします。音楽始めてから一回もなんかどんなきついことがあっても一回もやめたいと思ったことがないんだよね。なんかどっから出てくるか分かんないけど、その自信だけは常に持ってここまで来たから。下手したら誰よりも少年なんじゃないかっていうくらいの好奇心とか音楽に対する純粋さとかをすごく感じているので、そこにものすごくポテンシャルを感じてます。おそらく歌唱が武器のメンバーだと思うんだよね。歌唱が武器のメンバーであるのならば歌唱がもう1個2個段階上がんないといけない。そして、グループとしてダンスをするのであればダンスのレベルも基礎的なところから底上げしていかなきゃいけない。こういうふうに課題を上げていくと道のりが簡単じゃないっていうことはアダムも想像できると思うんだけど、ただ逆に言うとものすごく明確な課題がある状態でもあると思います。努力しがいがあると思ってくれると嬉しいし、これ簡単じゃないなっていうのと同時にこれは不可能じゃないなと思わせてくれたのもアダムのこのクリエイティブ審査機関の頑張りとかその結果見せてる姿とか、あなたのアーティストとしてのあなたとあなたの人格性格の部分で僕にそう思わせたっていうことだと思うので、ぜひ誇りに思ってほしい、自信に思ってほしいし、
成し遂げてみてほしいと思っています。道のりは簡単じゃないっていうのはもう一回言わせてほしいんだけれども、トライしてみてもらえますか。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日高さんがおっしゃってくださったように、本当に自分には明確な課題があるのももちろん自分では分かっていて、だからこそ少年のようにっておっしゃっていただきましたけど、今自然にその探求心があり続けているのがすごい自分の中でいい状態なんだなっていうふうに思えているので、本当にはったりではなく簡単な道じゃないのは分かってるんですけど、このまま探求心を燃やし続けて絶対に掴みに行きたいなと思ってるので、これからもお願いします。よろしくお願いします。次の人、名前を呼びます。皆さん、体育館からの卒業です。7人の2チームで疑似プロ審査。うまい。オッケー。かっこいい。